皆さん、こんにちは。漫画家の下本慎です。アシスタントの斉藤です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、久々やってきました。大人気企画。これ一体何の擬人化でしょうか大人気なのか、これ。私の中で大人気企画。ですね、皆さん、視聴者さん知ってると思うんですけど、私、何よりも擬人化が好きであります。あ、そうなんだ。知らなかった。ね、擬人化マスター、下本と呼んでください。なので、これ実はもう第3弾になるんですけども、私がみんながよく知る人気キャラクターを今日は擬人化したイラストを描いてきています。それをですね、擬人化後のイラストを2人には見てもらって、一体何のキャラの擬人化かを、当ててもらって2人にはちょっと競ってもらいたいと思います。わかるかね。めちゃくちゃ苦手なんだよね、これ。簡単でね、難しいんだよね。めっちゃむずいよね、これね。それでは早速、第3回擬人化クイズスタート。はい、早速やっていくんですけども、先に、今回は特別ルールです。でも S 君があまりにもこの企画苦手すぎる。発想力がゼロすぎるということで、これ IQ3 ぐらいだね。なので、斉藤さんはですね、まず最初白黒の線画が送られてきます。その時点で基本は回答答えてください。で、その時点で答えたら10点です。2人とも10点。で、その後に大ヒントとして色がついた線画が送られてきます。もう斉藤さんは1点になります。ただ S 君はあまりにもできないので、そのまま S 君はそこで答えても10点にしたい。10点なんだ。やったー。なので、ちょっとかなり S 君が今日はね、有利な企画になってます。俺それで当たれなかったらどうすんだろうね。そうだね。じゃあぜひ皆さん一緒に行きますよ。はい、第1問目はこちらです。あー、これは俺もわかるよ。これはさすがに俺だってわかるぜ。2人とも相談はなしですからね。こんなんもう一撃だぜ。これはね、もうサービス問題。じゃあもう2人とも分かってるようなので、視聴者さんには色付きの画像も今から見せたいと思います。もうこれはね、本当に簡単だと思います。まあ2人とも回答は線画で描いたから、色付きは自分の確認のために見てもらって大丈夫です。確定や、こんなのも。じゃあ順番に回答お願いしたいと思います。まずは斉藤さんから回答お願いします。はい。この正解は私の中でアンパンマンです。おー、なるほど。ちなみに決め手はこの胸のマーク。あー、なるほど。まあ、ここでね、まあ確かに超特徴的だもんね。じゃあ S 君の回答を聞きたいと思います。S 君回答お願いします。俺も、それいけアンパンマン。あ、よかった。それは作品のタイトルだから。なんでやん、別に。でもまあキャラメールとしてもアンパンマン。いいですか。じゃあちなみに決め手は俺もこの胸のニコニコマークがアンパンマンしかねえと。それを見たらねっていう。じゃあ1問目の回答のキャラクター2人に正解の画像を送りますね。はい。大正解アンパンマンです。これはね、もうね、衣装に特徴がありすぎて、そうよね。正直アンパンの部分をどう擬人化していいか私も分からなかったんだけど、そうだよね。まあ強いて言えばやっぱアンパンマンっていうのは、まあ、王道なヒーロー、みんなのヒーロー、一番癖のない顔なのかなと思ったので、あまり癖のない顔にしてデザインしてみました。ちょっと優しめな顔なんだ。一応私普段男の子とかにはあんまほっぺに斜線とか入れないんだけど、あえてアンパンマンはやっぱ鼻とほっぺのキャラデラが特徴的じゃない。だから色塗った時とかも鼻とほっぺを赤くしたりとか、白黒線画でもほっぺに斜線を入れたりっていうところでちょっとだけアンパンマンっぽさを残しました。なるほどね。若いの気づかなかった鼻がある。俺もこれちなみにちょっとグロすぎるから出さなかったんだけど、その手の中にはアンパンマンの顔の一部が入っているんじゃないか。怖すぎるでしょ。ちょっと人間として考えた時のね、僕の顔を多分ちょっと怖すぎる。これはね、やった。でも俺一番初めはいつも取れるんだよ。そうなのね。そうなの。じゃあまあ今回は本当簡単問題ですので全問正解してください。第2問目のイラストはこちらになっております。ああ。さてこれもサービス問題です。これも分かった俺。ぜひぜひ。答えられそうな人はここの線画の時点で回答をお書きくださいね。かっこよくなりすぎてねえかって感じだけどな。キャラがね、私なりのまあ擬人化ですのでかっこよくなりすぎだろこれ。文句は受け付けません。キャラとはかけ離れてるけど特徴がしっかり入ってる気がする。ちなみに今この白黒線画で悩んでる方のために色付きのほぼ回答と思える線画も送りたいと思います。それ我々見ないようにしない。2人とも回答って揃いましたか？はい。はい。じゃあ、2人の回答順番に見ていきたいと思います。斉藤さん、答えお願いします。答えはピカチュウです。なるほど。まあ、どうしてそう思いました？
この襟巻き、なんか襟そうだね、そこだよね。とこの丸がほっぺなんかなと思って。なるほどね、なるほどね。はい、じゃあ次 S 君の回答お願いします。俺もピカチュウ、ポケモン。なるほど、決め手はやっぱ俺も同じこのね、襟がもう完全にピカチュウの尻尾。あとこの丸がもうこの襟が尻尾だとすると、ほっぺなんじゃないかっていうところ。なるほどね。ということでじゃあ皆さんも一つその回答決まったかな。答えいきたいと思います。はい、お願いします。2人とも大正解ポケモンピカチュウでしためっちゃこれあれ、初代ポケモンのピカチュウやん。これやっぱ2人が分かりやすいように初代のポケモンのピカチュウにこれちょっとおデブピカチュウにしときました。なんかでもこれ、可愛いけどね。ピカチュウかっこよくなりすぎて。まあちょっとね、やっぱピカチュウといえば私みんな可愛い系の擬人化することが多いし、私も正直女の子バージョンで擬人化したことはあったのね、過去に。だけど男の子のピカチュウの擬人化したことがなくて、で、あえて今回は私らしいイケメンにピカチュウを擬人化してみたいなと思ってやってみました。まあ2人がすぐ気づいてたけど、やっぱりこうピカチュウの尻尾を襟にあしらってみたっていうところと、やっぱほっぺを丸く赤く描いちゃうと、ちょっとイケメンとしてさ、どうなのっていうところがあるので、もうピアスとか洋服の柄にしてみた。あとね、よく見ると指輪のところにね、ピカチュウってさ、体の背中のところにさ、ちょっとこう茶色い模様がある、それを指輪にあしらってみました。やばいよ、わかんないよ。稽古ますぎて。でも先生、珍しく結構わかりやすいヒントくれてるね。そうでしょ。今回は本当に簡単なのよ。インスピレーションよ、これは本当に。じゃあ、2人とも今のところで、まあ20点です。第3問目はこちらです。待って、もうわかんねえ。わかー。はい、ちょっとシンキング、黙りながらシンキングしてください。相手にヒントを与えちゃいけないからね、黙りながらシンキングしてください。なんだよ、これ。正直、お二人とも色を見たら速攻正解いきますので、ここで答えた方がいいと思います。なんでこれ人形持ってんの変な。人じゃないんだもんね、擬人化。もちろん擬人化ですよ。ここで答えないと正直サイトはしんどいよ。この後色着て S 君が当てても S 君10点取っちゃうから。待って。怖いな。何このメガネかけてるキャラなんかいた？います。俺多分ね、分かったんだけど。まさかの S 君が？だけど、あれだわ。やばいぞ。お互いの回答見ないようにしてくださいね。もちろんもちろん。じゃあもうちょっと斉藤さん時間切れ。これはもう色付き画像いきたいと思います。先生お願いします。わかんないわこれ。はい、色付き画像を見たらほぼ誰もがわかります。色付き画像はこちら。S 君これでわかるんだ。いや、俺はもうこれでいくよ。俺色付き見ないとダメなんだよね。てか S 君どっちで答えても点数一緒だから。そう。合ってた、俺多分。はい、斉藤さんの回答からお願いします。これはミニオンです。なるほど、決め手は？いや、色だよね。まあ色付くまではもう分かんなかった。さっぱりこれ分かんなかった。まあ色見てそうかなというところですね。じゃあ次 S 君の回答お願いします。俺もミニオン。お、なるほど。決め手は？俺はね、これね、色つく前に、なんかメガネって何なんだろうと思ったのよ。で、メガネキャラなんだ、ペペペペペみたいな来て、で、その後にこのオーバーオールみたいなのあるじゃん。オーバーオールで、メガネ、オーバーオール、ミニオンじゃねみたいになった瞬間に。素晴らしいですね。ミニオンはさ、なんかクマ持ってんの？いや、俺それだけ分かんなかったの、これ。じゃあちょっと2人に正解の画像を送りたいと思います。はい。今回の正解のキャラクターは、こちらになっております。2人とも正解ミニオン。さらに言いますとね、ミニオンのボブです。そうなんだ。ボブって分かんなかったんだよな、で、さらに言うと、この人形の名前はティムです。やばい。まあ、ただミニオンで今回は正解です。わー、よかった。ミニオンっていっぱいいるんだけど、それぞれちゃんと名前があったり個体差があるんだよね。しかも目の色違うんだ、これ。ボブは目の色が左右オッドアイで違って、このティムっていうね、クマのぬいぐるみを持ってるんだよ。まあ、だから本当の大正解はミニオンのボブなんだけども、まあ今回はミニオンって答えた人たちも正解にしたいと思います。じゃあよくミニオンズって書こうかすごい悩んでそれは作品のタイトル、映画のタイトル。そうだよね。まあ私の今回擬人化のこだわりポイントとしては、やっぱりこうゴーグル、ミニオンといえばゴーグルで、まあ実はね、過去に一つ目のキャラクターのスチュワートとかいうキャラも実は擬人化したことがあるので、一つ目キャラにもしたかったけど、過去にそれをやってたので、今回あえて二つ目の方の、まあ、ボブにしてみました。で、ボブは他のキャラの中では結構背が低いんだよね。そうなんだ。だから、あえてちょっと少年っぽい見た目にしてみたりとか、まあ何よりももうヒントはこのクマの人形を持っていることなんだよね。いや、知らなかったんだよ。ボブまで当てるんだね。で、今洋服は
S 君が言ってるのはやっぱオーバーオール。まあ、オーバーオールを着ていることと、まあ、ゴーグル、オーバーオール、黒手袋。まあ、これがその後もうミニオンにしか見えないなという。なるほどね。ところではあります。これ S 君すごいわ。じゃあ S 君は本当ほら、これ。1丁目の30点。じゃあ、次の問題いきたいと思います。いや、マジ、本当にビビッと来ないともう絶対無理なんだよな、俺も。第4問目のキャラは、こちらです。頑張んなきゃ。マジでわかんねえ。やべえな。さあ、柔らかくしてください、頭を。でもこれ、なんだこれ。絶対違うキャラが思いついたけど、名前がわかんない。こういうやつみたいなの絵で描いてくれたっていいですよ、正解を。描けるかな、あいつ。いいですか？二人ともS 君は色見てから描いても大丈夫だよ。そっか。じゃあ、色付き視聴者さんも見たいだろうから。色付き見るか。はい、色付き。そもそもこいつが違うし。もう色見たらみんなこのキャラはピピッときますね。絶対違うわ。今の年代の子ぴったり来ないもん。待って、全然わかんねやばいですね。S 君、色見てよりわかんなくなっております。え。これあのキャラだと思ってたのに全然違うじゃん。はい、じゃあいいですか？二人の回答が出揃ったので回答見てみたいと思います。まずは斉藤さんからお願いします。なんだろうこれはね、もう間違いない。うん女神転生シリーズのジャック・フロスト。今の子たち知らないって。そんなの書くか。もうしかも斉藤の絵が違いすぎるから、これ私がここで絵で描かなきゃいけないやつじゃん、絶対に。まあ私たちの世代は、誰もが一度はとも見たことあるこのキャラクターね、斉藤が言ってんの。でも似てるの。カラーも似てるのよ。似てるのよ。ちなみにじゃあ、決め手は、うんこの決め手は、これに王冠ついて、こうなんかここがピヨピヨこれついてるじゃん。はいジャック・フロストだと思ったの。自己鑑定はいいよ。じゃあ次、S 君の、回答お願いします。俺は、ジャックだね。なんだっけ、ディズニーディズニーのでしょ？ディズニーのじゃあナイトメアビフォークリスマス。そう、それ。ナイトメアビフォークリスマスのジャックだね。どう見たって。 S 君が言ってるのはこいつそう、のことだよ。これ、めっちゃ濃いよね。襟はね、襟がちょっとね。はい、二人とも。じゃあ、正解の回答を見ていきたいと思います。何これ、違うのこれ。こちらのキャラクター、サンリオのクロミちゃんだよね。黒みか。なんでそれが出てこないのよ。黒みってここにドクロあったんだ。あります。クロミちゃんかなって途中ね、色見て思ったの。でも、やっぱりジャック・フロストなんだよ、こいつ。ジャックロストだよね。違うよ。名前ジャックだから。あなたたちジャック違いだし、そう、ジャックじゃない。まあ、私の今回の擬人化としましては、やっぱ、クロミちゃんってこんな特徴的に襟巻きつけてるのね。で、トゲトゲの先にピンクの丸がついてるのを、全体的にあしらってみて、この女の子の首元や髪飾りにしました。まあ、さらにはこの特徴的な耳の形、三角みたいな。もうそれもクロミちゃんの髪型のツインテールに、ちょっとその形を模写して入れてみました。ジャックのピンピンじゃダメ？ね、クロミちゃんは尻尾がトゲなんだよね。矢印だ。本当だ。だからよく見るとリボンの先っちょ見てください。矢印だ。矢印になっております。で、あとはですね、やっぱクロミちゃん好きな女の子ってちょっと量産型のこういうフリフリやヒラヒラが好きなイメージなのよ、私の中で。だからちょっとそういう感じの女子にもしてみました。確かに俺のジャックだったら男だよな、書くの普通考えて。これは難しかったわ。はい、じゃあ、お二人とも0点なので、得点は維持のまま21点対30点になっております。やばい。次で勝たないと。さあ、最終問題いきたいと思います。俺勝つんじゃないこれ。二人ともすごい昭和の風を吹かしちゃったから。最終問題のキャラクターは、こちらになっております。全然わからんわ。さあ、最終問題、視聴者のみんなも一緒に考えてください。なんだこれ。やばい、なんか薄汚れてるし、この子。汚れてる。あんまり相手にヒントを与えないで、じっくり絵を観察して考えてください。汚れてるし、なんか耳にポーポーみたいなのついてるな。私は絵でいくわ。じゃあ、視聴者のみんなにも色付きのヒントいきたいと思います。俺はもうもらうか。全然わかんねえ。嘘。さあ、最終問題、視聴者のみんなはちゃんとひらめいてくれたでしょうか？私的にはなかなかいい感じに擬人ができてると思います。そういうことなのか、でもこれ。やっぱ人気キャラクターたちはカラーでわかる。わかっちゃった、俺ごめん。もう私信じてないよ、エス君のこと。いや、俺多分これはもう何も信じてないよね、多分ね、絶対当たると思うわ。じゃあ、斉藤さんの回答が見ていきたいと思います。斉藤さん回答お願いします。こちらの薄汚れている男みたいな子は、私の中で隣のトトロ、真っ黒クロスケです。なるほどね。じゃあ、ちなみに斉藤色付き見てみ。色付き見たら多分絶対違うから。めっちゃポップな色してる。
ちなみにじゃあ斎藤が真っ黒クロスケと思った理由はまず耳がほわほわしてる。なるほどね。で、さらに薄汚れてる。ちょっとね。そこね。そしたら、ほこりまみれみたいなね。真っ黒クロスケか、みたいな。なるほどね。じゃあ次、S 君の回答見たいと思います。俺はこれはね、わかった？ちいかわのうさぎや。なるほど。違うと思う。絶対違うと思う。いやちなみに絶対そうだよこ S れ。君がそう思った理由はこの色、肌色っぽいの、ピンクっぽいのが、耳の中がピンクなんじゃないかと思って。で、このぴょんぴょんしてるのが、うさぎだと思った。なるほどね。ということで、2人の回答最後出ましたので、答えのイラストを送りたいと思います。5問目の最後の答えのキャラクターはこちらでしたほら大正解ちいかわのうさぎこれ肌色だったんだ。そうですね。まあ、大肌色なんだよ体色を見たら真っ黒クロスケにはならなかったんじゃないかなと思いますが、正直この擬人化はめちゃくちゃ難しかった。っていうのも元キャラにあまりにも特徴がなくてですシンプルだね。もんね。まあほんと強いて言うと、うさぎは他のちいかわのキャラに比べると、トゥルルルみたいなで、口がちょっとこう、いつもツーってしてるので、ああ、ほんとだ。その口をあえて元のキャラにも再現したのと、他のキャラがいてね、眉毛がね、すごい山なりにこう弓なりにぴょんぴょんってなってる。ほんとだ。ちゃんとその子の前髪と眉毛でね、表現してます。で、うはさぎの耳だから特徴的な髪型にしました。あえて、なるほどうさぎの長い耳がぴょんってこう抜けてるような。で、ピンクのメッシュもうさぎの耳の中をイメージしてます。で、尻尾なんですよ。そう。尻尾がふわふわなの、うさぎって。こいつ色ついてない。そうなんだ。うさぎの尻尾は白なの。そうなんだ。で、ふわふわで何もついてないので、この子の耳にそれを、ちょっと、アクセサリーとしてあしらってみました。なるほどね。でも S 君の言う通り、うさぎは結構いつもこう挙動不審な感じで、常に動いてるようなイメージ。で、なんだとちょっとすす汚れてたりすることもあることもイメージだったのと、まあなんか性別はっきりとしてわからないんだけど、なんとなく男の子なのっぽいのかなっていうイメージで、ちょっと少年っぽい。でもなんかどっちにも取れるような性別の雰囲気で描いてみました。そうそう、ちょっと女の子と迷ったんだよね。そうでしょゴツゴツはしてたから。そうなのよ。っていう感じで、さあ最後、なんと S 君が大正解したので、今回は21点で、21対40点で S 君勝利。 IQ3 の俺が。先生、もう一問本当は用意してないのこの30点問題みたいなやつ。残念ながら用意されておりません。今回はね、色付きでも俺10点もらえるっていうハンデもらってたっていうのもあるよね。そうだね、そうだね。そうなければ、多分俺は同点だったんじゃね説あるよ。視聴者の皆さんはもちろん全問正解してくれてると思います。よかったらコメント欄で自分は何問正解だったか教えてください。よ今回は分かりやすかったと思う、本当に。ろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎とアシスタントの斉藤と。ありがとうございました。バイバーイ。